こんにちは。京子ニッツにようこそいらっしゃいました。今回はご一緒にレースのスカーフを編みましょう。中細ソックヤーンを一玉で編むことのできるスカーフです。作り目から往復で模様を繰り返して編むだけの長方形のスカーフです。レース模様は難しくないのですが、自然にこんな風に羽のような模様になってくれる棒針レースとしては定番の模様です。棒針レースの面白さ、ワクワクする楽しさをお伝えできたら嬉しいです。今回中細ソックヤーンを1玉 100g 以内で編めるサイズでご紹介します。完成サイズは幅が約30センチ、長さが約130センチです。実際のところ1玉だと少し糸が余ったのですが、今回は切りの良いサイズでご紹介しますね。もっと大きいサイズで編みたい場合は模様のリピートを増やせばいいだけです。よかったらカスタマイズしてみてくださいね。構成を説明しますね。作り目をして往復に編みます。こちら側が作り目の側。自然にこんな風にギザギザになってくれます。模様を繰り返して編んでいきます。編み終わりがこちらです。最後は伏せ止めします。左右に縁、エッジがあります。ここですね。このエッジの内側にレース模様を編んでいきます。エッジがあることで編み地がしっかりしてカールしたり伸びたりしづらくなります。この模様は難しくないんですが、本当に綺麗で、今動画を作っていても編んでよかった、また編みたいなぁと思ってしまいます。綺麗なレースを編んで癒されましょう。糸と用具の説明をしますね。糸は中細糸を約 100g、400m です。この糸は私が大好きなソックヤーンです。せっかく編むのでお気に入りのものを使ってくださいね。針は日本サイズ5号または海外サイズ 3.5mm の日本棒針です。80センチぐらいの輪針でも編めます。今回私は輪針で編みました。あと使うものは目数マーカーを色違いで2個と4個。色が違う方が間違い防止になります。マーカーは編み慣れている方は使わなくても大丈夫です。それからレースのショールやスカーフはブロッキングまたは成形と呼ばれる形を整える作業がほぼ必ず必要になります。今回はウェットブロッキングの方法と身近なアイロン台とスチームアイロンを使う方法の2つをさらっとお見せします。必要な用具もその時ご紹介しますね。棒針レースを編むのは本当に楽しいですよ。本動画でご紹介できることにワクワクしています。棒針レースを編むのが大好きになっていただけるよう丁寧に説明していきますね。では編み方に参りましょう。それでは編んでいきましょう。好きな方法で緩めに68目作り目します。私は編み進む作り目の方法を使いますね。スリップノットを作って片方の針に入れて、これで1目目となります。ここから目を作っていきます。緩めに作り目しますね。これで2目目、3目目、4目目、緩めに作り目します。これで5目できてますね。6目、7目、これで68目作っていきます。68目作り目できました。
そしたら最初の段はずっと表目に編んでいきます。ちょっと目が多いので大変ですが、ずっと表目に編みます。作り目を編むのはいつも編みづらいですね。落とさないように気をつけながら編んでください。ずっと最後まで表目に編みます。一段表目に編めました。ここでこの動画内で使う図の紹介をしますね。画面に図を表示しています。一般的な日本のパターンである編み図は作品全体を一つの図として表しますが、この動画内では部分的な編み方をお伝えするため使う図をチャートと呼びますね。このチャートはこれから編む1往復のチャートです。チャートは編み地を表側から見た状態を示しています。往復で編むので、白は表側を見て編む段で右の矢印の側から編み、裏側を見て編む段はグレーで左側の矢印の側から編みます。ブランクの四角は表目です。マイナスの記号は裏目、丸は掛け目。人という字みたいな記号は左上2目1度で、入るという字みたいな記号は右上2目1度です。60という数字は目数で、今68目ありますよね。そのうちの両側4目以外の目です。両側4目はショールのエッジになります。エッジの目はマーカーで分かりやすく区切っていくので、目数マーカーを2つ用意してください。では編んでいきます。まず表目を2目、1目目、2目目、それから左上2目1度、次掛け目、ここで目数マーカーを入れます。そして最後4目残るところまでずっと表目を編みます。最後4目残るところまでずっと表目です。あと少しのところまで編めました。最後4目残るまで表目です。4目残るところまで編めました。そしたらここで目数マーカーを右針に入れます。そして掛け目、右上2目1度、表を2目です。1段目編めました。次、裏側を見て編む段です。チャートを見ると分かりますが、エッジはガーター編みにします。ですので、裏側を見て編む段では表目を編みます。では編みますね。表を4目です。1、2、3、4。マーカーまで来たらマーカーは移動します。そして次のマーカーまでずっと裏目を編みます。次のマーカーまでの60目はずっと裏目を編みます。あと少しでマーカーっていうところまで編めました。マーカーまで裏目です。マーカーまで裏目。マーカーまで来たらマーカーを移動して残りの4目は表目に編みます。最後まで表目です。編めました。
これで最初の1往復が編めましたね。次の段からレース模様です。進んでいきましょう。レース模様を編んでいきましょう。チャートを表示しています。エッジのチャートです。先ほど編んだ2段と同様に両側の4目はずっとこの編み方をしていきます。表側を見て編むとき2目一度や掛け目をして、裏側を見て編むときは表目を編みます。スカーフの最後までずっとこの編み方をしていきます。もう一つチャートを表示しました。エッジの内側の60目に編むレース模様のチャートです。この模様を5回繰り返して編みます。1模様12目なので5回繰り返すとちょうど60目になります。表側を見て編む段で2目一度や掛け目を編んで、裏側を見て編む段ではずっと裏目を編みます。さて、このチャートは画面に出すには大きすぎるので、裏側を見て編む段を省略したチャートを表示しますね。段数が135となっています。水色になっている段に意味はないです。見やすくするためだけにしましまにしています。最初の段を編むとき、レースのチャートの境目にマーカーを入れていきます。目数マーカーを4つ用意して編み始めましょう。では編んでいきます。まずエッジです。表目を2目編んで、左上2目一度、次掛け目、そしてマーカーを移動します。ここからレースのチャートに入ります。表1掛け目、表3、そして右上2目一度ですね。次左上2目一度、表3、掛け目、表1目、これで1回分編めましたね。そうしたらマーカーを入れます。そしてもう1回繰り返し、表目1、掛け目、表目3、右上2目一度、左上2目一度、表目3、掛け目、表1、そしてまたマーカーを入れます。これを繰り返します。表1、掛け目、表目3目、右上2目一度、左上2目一度、表3目、掛け目、表1、ここでマーカーを入れます。またチャートの繰り返しです。表目1、掛け目、表目3、右上2目一度、左上2目一度、表目3、掛け目、表1、マーカーを入れます。次で最後の繰り返しですね。表目1、掛け目、表3、右上2目一度、左上2目一度、表目を3目、掛け目、表1、
そしてマーカーを移動して左側のエッジを編みます。掛け目、右上2目一度、表を2目、これで1段目が編めました。こんな感じになっていますね。編み地を返して2段目を編みます。裏側を見て編む段です。両側のエッジの4目ずつは表目を編みます。表を4目、マーカーを移動して裏目を編みます。最後の4目手前までずっと裏目を編みます。ずっと裏目です。マーカーは移動します。レースのチャートの境目のマーカーは移動して最後の4目残すところまで裏目を編みます。あと少しで最後の4目というところまで編んできました。最後の4目残すところまで裏目です。あと1目。そしたらマーカーを移動してエッジの4目は表目を編みます。編めました。これで2段目が編めました。表側はこんな感じになっています。もうすでにレースの模様が出てきていますね。掛け目で作った穴、アイレットが見えています。そしたら段3を編んでいきます。段3は段1と同じ模様ですね。まずエッジ、表目を2目、左上2目一度、そして掛け目、マーカー移動、レースのチャートに入ります。表1目、掛け目、表を3目、右上2目一度、左上2目一度、表目を3目、掛け目、表1目、そしてマーカー移動、チャートの繰り返しです。表1目、掛け目、表を3目、右上2目一度、左上2目一度、表を3目、掛け目、表目1、マーカー移動、また繰り返しです。表1、掛け目、表を3、右上2目一度、左上2目一度、表目を3目、掛け目、表目1、マーカー移動、繰り返しです。表目1、掛け目、表目を3、
右上2目一度、左上2目一度、表目を3、掛け目、表目を1、マーカーを移動です。もう一回繰り返し、表1掛け目、表を3、右上2目一度、左上2目一度、表を3目、掛け目、表1、そしてエッジです。マーカーを移動して掛け目、右上2目一度、表を2目、編めました。そしたら編み地を返して裏側を見て編む段です。両側のエッジの4目は表目、エッジ以外の目はすべて裏目に編みます。エッジは表目、マーカーを移動して裏目です。最後4目残るところまで裏目を編みます。あと少しで4目というところまで裏目を編んできました。4目残るところまで裏目です。編めました。そしたらマーカーを移動、エッジの4目は表目です。編めました。4段目が編めましたね。模様はどうなってるでしょうか。アイレットが下から2つ並んでいますね。この模様はアイレットを下から数えることでどこまで編んだかがわかります。レースのチャートの段1と段3は同じ模様を編んだのにこんな模様が現れてくるんですね。棒針レースって不思議で面白いです。引き続きレースのチャートに従って編んでいってみます。8段目まで編めたところです。この模様は同じに編む段がありますが、この回数を間違えて1回くらい多かったり少なかったりしても大丈夫です。気楽に編んでください。レースの模様の部分はアイレットが下から4つ並んでいます。14段目まで編めたところです。模様がこんなに出てきました。自然にこんな風に端がギザギザになるんですね。何度編んでも感動します。裏側はこんな風になっています。こんな感じですね。エッジの部分、こんな感じです。エッジだけガーターになってるの分かりますよね。どうぞ楽しんで編み進めてください。28段目まで編めたところです。レースのチャートには27までしかありませんが、裏側を見て編む段があるので最後は段28になります。なんだかポコポコしてきました。もしかして心配している方いらっしゃったらこれで正しいので大丈夫です。これだけでもすでに綺麗ですね。今編めている28段をあと11回繰り返します。
少し長い道のりになりますが、編んでいくともっと綺麗になっていくので、どうぞ編み進めてみてください。レースのチャートを縦に合計12回繰り返して編みました。段28で終わっています。もっこもこで結構なボリュームになってますね。もちろんここまで編まなくても好きなところで終わっていいですよ。チャートは何回繰り返してもチャート内のどの段で終わっても大丈夫ですが、14段目か28段目の切りの良いところで終わるとスカーフの端がきれいに仕上がります。12回より多く繰り返す場合、使用糸量も多くなりますので気をつけてくださいね。あとは編み終わり作業として2段編んで伏せ止めするだけです。編み終わり作業に進んでいきますね。編み終わりの作業に入ってきますね。チャートを表示しています。このチャートの2段を編んで、あとは伏せ止めしていきます。最初の段、エッジはレース模様を編んでいた時と同様に編み、エッジの内側の60目は表目に編みます。では編んでいきます。まず右側のエッジから表目を2回、左上2目一度、掛け目、そしてマーカー移動。そうしたら最後4目残るところまで表目です。左側のエッジの手前まで表目。表目を編みます。あと少しで残り4目というところまで編んできました。マーカー移動、掛け目、右上2目一度、表を2目です。1段目編めました。そうしたら編み地を返して、この裏側を見て編む段はすべての目を表目に編みます。編む途中でマーカーは外していきます。すべての目を表目に編みます。マーカーは外します。ずっと表目に編んで、マーカーまで来たらマーカーは外します。こうやってすべての目を表目に編みます。すべての目を表目に編み終えました。マーカーもすべて取り除きました。あとは伏せ止めするだけです。表側はこんな感じになっています。表側から見ると裏編みが1段ある状態です。伏せ止めをしていきます。伏せ止めは緩くしてください。かなり緩いなっていうぐらい緩くて大丈夫です。結構緩めですよね。これぐらいで大丈夫です。緩めに表目を編んで伏せていきます。なぜ緩く伏せ止めするかというと、後で成形するときに縁をギザギザにしやすいからです。きついとうまくギザギザになりません。緩く伏せ止めしてください。緩く伏せ止めしていきます。
この部分が出っ張ってくれるところですね。後で出っ張った形で成形します。伏せ止めはかぎ針を使ってしても良いです。今回の場合、かぎ針を使っても何も問題ないので、もしその方がやりやすかったら使ってみてください。この時も緩めに伏せ止めするのを忘れないでくださいね。最後の目まで緩く伏せ止めしていってくださいね。最後の目まで伏せ止めできました。糸端をこのぐらい残してカットします。さて次の作業なのですが、ブロッキング、つまり成形してから糸始末しようと思います。レースの編み地は成形でとても伸びるので、先に糸始末すると編み地がずれてしまう可能性があるからです。では次、レースを編む醍醐味ともいえる成形の作業に行きましょう。ブロッキングしていきます。2つ方法を紹介しますね。最初はウェットブロッキングという方法です。使うのはブロッキング用のワイヤーとピンを刺せるマットです。マットはホームセンターや100均で買える安いもので大丈夫です。ワイヤーとピンは必ず錆びないステンレス製のものを使ってくださいね。この道具の商品名を概要欄に書いておきますね。編み地に十分水を含ませてから洗濯機で脱水だけかけます。絶対に洗っちゃダメですよ。脱水だけです。ワイヤーを両側のエッジに通して形を整えてピンで固定します。そして乾くまで置いておきます。もう一つの方法はもっと手軽にできる方法です。アイロン台とスチームアイロンを使います。フォークピンというアイロン用のピンがあると良いです。フォークピンはアイロンを近づけることができるよう倒して刺すのがコツです。スカーフは長いので部分的にスチームアイロンをかけて冷めてから次の位置の作業をします。今回の編み地はポコポコする力が強いので、裏からと表からかなりしっかりスチームを当てないと平らになりませんでした。でも長方形なので部分的に作業すればこのアイロン台でも成形することができました。ウェットブロッキングよりも気軽にチャレンジできるかなと思ったのでご紹介しました。ピンやアイロンにはくれぐれも気をつけて作業してくださいね。ブロッキングで編み地が伸びたら糸始末していきます。最後の作業です。糸始末していきます。とじ針を使って糸始末していきますね。編み始めの糸端も編み終わりの糸端もエッジに始末していくと良いです。糸始末するエッジは表側でも裏側でも大丈夫です。とじ針で編み地の糸を拾っていって糸端を編み地に通していきます。お伝えするのが遅くなってしまいましたが、もしスカーフの途中で糸を継ぐ場合、編み地の途中ではなく端で糸換えするとエッジに糸始末すればよいので楽です。編み地の途中で糸換えした場合は模様の糸が多く集まっている箇所に糸始末してください。そうすると目立たないです。こんな感じでここに糸端を通していきます。こんな感じですね。編み地が縮まないように十分伸ばしてやってください。
そして途中で向きを変えて糸始末していくとしっかり糸始末できます。この時最初に通った経路を逆にたどって糸を入れてやるとすごくしっかり止まります。こんな感じ。ここに糸を通していきます。糸を通しますね。ここもきつくならないように。ちょっとだけ出てる糸端も逆向きに糸始末します。もうカットしてもいいんですけどね。ここに通していきます。できました。片方の糸始末できました。もう片側も同じように糸始末してください。レースのスカーフ、完成まで楽しんでいただけましたか？まだ編んでいらっしゃる方、どうぞゆっくり編んでくださいね。最後までご覧くださってありがとうございます。この動画が良いと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価お願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。